皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマは、インドと仕事をすると起こるトラブル第5選について皆さんにお届けしたいと思います。よくね、例えば海外と仕事をしてるとか、外国の人と仕事をしてるというと、なんか英語を使ってかっこいいのかなとか、いろんなところにビジネス出張行けるのかなとか、そんないいイメージを持たれてる場合もあるかもしれないんですけれども、これからね、海外の人とお仕事するとか、海外で仕事をするって時に、こういったトラブルとかはよくあるんだよっていう話を皆さんにお届けしたいなと思います。まず一つ目ですね。洗礼として皆さん受けてほしいんですけれども、基本的に時間通りにうまくいかないということがよく起こります。これはね、ビジネス書とかのね、一番最初の基本問題みたいなもんで、時間通りにうまくいかないっていうのはもうめちゃくちゃ基本中の基本なんですよね。日本だとさ、例えば電車とかもさ、なんか1分2本くれただけでお詫びのアナウンスが流れるような、それぐらい日本っていうのは時間に厳しい国なんですよ。これ世界的に見て厳しいわけなんですよ。でも基本的に、途上国とか、インドとかね、行くとね、もうデフォルトで時間通りにはうまくいきません。30分遅れてきたとか1時間遅れてきたとかよくあるし、一番の理由、例えばなんですけど、交通網が発展してないというところはありますよね。まだまだその日本とかと比べると、地下鉄とかもあんま通ってないわけなんですよ。みんな車社会なんですよね。なので渋滞でよく遅れてくるみたいなこともよく起こりますね。時間に対する感覚というのはそんなに厳しくない。日本だと分刻みで動くじゃないですか。でも、なんとなく15分間隔、30分間隔でみんながなんとなく動いてるので、遅れてくる場合は大体基本的に15分とか30分遅れてくるとかっていうことがよく起こりますね。時間通りにうまくいかないということは、もうちょっと深掘りしていくと納期通りに仕事が進まないということも起こります。皆さんがね、例えばなんですけれども、金曜日納期でお願いするなって場合は必ず水曜日にその状況を確認することですね。水曜日に来るだろうと思って木曜日ぐらいまでお茶とか飲んでね、待ってたら金曜日届かないってことはよくあります。なので必ず納期が決まってたらその前の日ぐらいこれはちょっと言い過ぎなんだけれども、必ず前に確認すること。なぜかというと時間通りに進まないことがよくあるからです。2つ目なんですけれども、仕事が期待通りに動かないということはよーく起こりますね。もうちょっと難しい言葉で言うと、期待値がずれるということがあります。でこれはね、別に日本国内とかでも起こることなんですけれども、特に国をまたぐと期待値通りにいかないってことは特に起こりますね。日本人っていうのは、国際的に見ると仕事のクオリティが高い民族なわけなんですよ。よくジャパンブランドっていう話ありますよね。日本の製品っていうのは基本的に高品質なわけなんですよ。つまり私たちの求める水準、できるとかいいっていう水準っていうのは世界的に見ると高いわけなんですよね。なのでそのレベルで、例えばインドの人とかにお仕事をお願いして、これぐらいでやってきてねって言って出されたものが、おい全然ちげえじゃねえかよみたいなことはよく起こります。よく起こります。なので大事なことは、どういうものを期待値として設定しているのか、何をゴールとしているのか、これぐらいの品質度、これぐらいってどれぐらいなんだろうみたいなところをしっかりすり合わせるということが非常に重要になってきます。これはね、もうどっちがいい悪いじゃなくて、そういう文化と違いだったりするので、日本人はね、基準が厳しいんですよ、すごく。なので必ず自分たちの基準が、それがその通りに伝わると思わないで進めるということはめちゃくちゃ重要になってきます。で、3つ目なんですけれども、言語のバリアですね。やっぱり英語ですね。インドに関しては特にインド英語、最初よく聞き取りませんっていう、そういった相談もよく受けますが、これはもう慣れていくしかありません。慣れていくしかないので、たくさんインドの方とお話ししてインド英語とかに慣れていく。私も正直言うとね、インド英語聞きすぎて、US 英語とかの発音うまく聞き取れないんですけれども、とにかく慣れていくこと。そしてあとは、昔の動画でも話したんですけれども、日本語と英語っていうのは、コンテキスト、文脈っていうのが大きく違います。日本でね、例えば検討しますって返事した時って、それってなんとなくちょっと断るニュアンスも含まれるじゃないですか。でも例えば、英語で検討します、前向きに考えますってことは、それは Yes I can とか Yes I will みたいなことなんですよ。つまり、かなり前向きなアンサーになるわけなんですね。こういった感じで言葉それぞれに含まれる意味っていうのも英語と日本語で全然違うので、その Yes っていうのはどれぐらい Yes なのか、もう 100% に Yes なのか 50% の Yes なのかとか、そういったすり合わせっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。言語によってやっぱりその解釈の差っていうのが生まれてきやすいので、必ずその言語のバリアを意識して今何について合意形成をしているのかっていうのをしっかり取ること、これが重要になってきます。そしてですね、これ4つ目なんですけれども、担当者が仕事を辞めていたみたいなことですね。要は取引先の人がいなくなってたとか、よくね、あるんですよ。
インドは多くの人がねよく転職します。そしてよく仕事も辞めます。日本の人にとって仕事変えるとか仕事辞めるって一大決心じゃないですか。でもねインドっていうのはめちゃくちゃ転職文化なんですよね。2、3年に一度転職するっていうのは当たり前なので、仕事辞めますとか給料上がんないんで他行きますとかね、日常茶飯事で起こりますよ。日本人の方の経営者でねインドでお仕事やられてる方は給与交渉のタイミングが来るたびにまたインドの人にこう仕事辞めるって言われるんじゃないかってドキドキしてるみたいなツイートもしてたんですけれども、本当にそんな感じで気軽にいなくなっちゃうんですよね。いきなり行方不明になるとかって意味じゃなくて、転職するので人がいなくなることが当たり前ということですね。なのでそういう時にいちいち驚かないことですね。そういうのが一般的ということですね。最後5つ目なんですけども、家族やイベント行事がとにかく多い、家族行事とかイベント行事が多いので仕事の場に現れないということが結構ありますね。これもねもう文化の一つなんですよ。例えばインドで最大のイベントのディワリっていうイベントがあるんですけれども、10月末から11月の頭ね、年によって暦によって違うんですけれども、このね1週間ぐらいはねもうみんなお祭りムードなんですよね。オフィスに出社してもね当日とかはみんなでこうクローズを着て、インドのね服を着てワイ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 ってやるので仕事にも全然なりません返事も来ませんみたいな感じで。であとは家族に何かあった時、熱が出たとかなんかイベントがあったとか言ったらすぐ休みますね。日本の人と比べると家族行事っていうのはめちゃくちゃ優先度が高いわけなんですよ。日本だとねなんかこうちょっと家族のことで休むっていうとまだまだ抵抗ある人多いと思うんですけれども、インドにとって家族が第一なので、仕事どんなに重要な仕事があっても家族が熱出したり病気になったら絶対に来ません。なのでイベントの時は一緒にイベントを楽しむこと、そしてインドの方が家族を優先にして仕事を休んだりすることはあったらそれは受け入れること、これはもう当たり前としてね、インドに限らずねやっぱり結構アジアの人とかは家族をもうすごく重要視する文化があるので、それは受け止めてください。はい、こういったね多国籍メンバーの文化の違いとか仕事に対する考えの違いを理解して、トラブルを防ぎながらね一緒に仕事を頑張っていきましょう、一緒に仕事を頑張っていきましょうと頑張っていきましょうというそんな感じの動画になります。ということで今日は実際にインドで、仕事をすると起こるトラブル第5選について皆さんとシェアしました。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。